皆様本日はですね、こちらのこれ豚バラ肉なんですけれども、ちょっとね先日どうしてもサムギョプサルが食べたくて塊肉を使って食べたんですけれども、そちらのね余った豚バラがあったので、今回こちらを大人気の豚バラ焦がしネギガーリックライス、正解？焦がし豚バラネギガーリックライスでした。作っていきたいと思います。すごく美味しいです。はい。でね、今回豚バラ以前ね作った時はね 400g ぐらいあったと思うんだけど、今回それよりはちょっと量が少なくて 300g ぐらいかな、残った豚バラは。でこちらちょっと黒胡椒とねごま油をもともとサムギョプサルをね食べてる時に使ってたんで、ちょっとそこら辺の下味が軽くついてるんですけれども、これがなくても大丈夫です。じゃあまず豚バラ肉を軽く仕込んで下味つけます。でこんな感じの大きさにカットしたんで、もともとこれ塊の大きいやつだったんだけど、まあ3等分から4等分ぐらいで縦にカットしてあげてる状態ですね。それをさらにもうちょっと細かくカットしていきます。でゴロッとしてる方がね美味しいんで、ちょい大きめぐらいで大丈夫ですよ。で今回ねこれ使ってるの結構赤身の部分が多い豚バラですね。で今回はネギはもうこのカット詰めのやつを使うので、もうまな板の作業は終了で、ちょっとお肉一旦ボウルに移しておいて、まな板とかはもう片付けちゃってください。はい。ではこちらのカットした豚バラ肉を軽く味付けしていきます。お塩少々と黒胡椒ちょいたっぷりね。でここにお酒、調理酒ですね、大さじ1杯と、で普通のお醤油でもいいんですけど、こちらのたまり醤油、甘みもね強いたまり醤油今回使います。普通のお醤油でも大丈夫です。大さじ1杯。いいね、色が黒いね。であとね、以前もやったようにここに普通のね、今回生のニンニク、これ4かけ分あるんだけど、こちらも使うんだけど、プラスこの下味用に桃屋の刻みニンニクを軽く入れていきます。小さじ1杯ぐらいですね、量は。そしたらこちらちょっとよく混ぜ込んでおいて、じゃあこの状態でちょっと味なじませておいてください。はい。そしたらブンブンチョッパーで生のニンニクを4かけブンブンしちゃいます。ブンブン。じゃあこんな感じで4かけ分をみじん切り。そしたらもう豚肉とあとお米で、こちらお米今回固めに炊き上げたお米3合ですね。こちらも炊飯器から出しておいて、まあ余計な水分飛ばしたいっていうのもあるので、もう出してそのまま置いといてください。であとはこちらのネギ、今回2パック分たっぷりですね。多分この量でいったらネギの普通の袋入りのねネギだったらもう完全に1袋分ぐらいは用意して、ネギはたっぷりの方が絶対美味しいです。はい。そしたらこれだけ材料があれば、あとはフライパンで火を入れていきます。では豚肉5分ほど漬け込んだので、こちらフライパンでまず焼いていきます。で今回は油は使わないです。豚バラからもねめっちゃ油出るんで。でこの豚肉から出てくる油を使ってこやつらを揚げ焼き状態にしてカリッカリに。マジでこの豚バラガーリックはもうお肉をカリッカリに仕上げるのがコツなので、まずじっくりと火を入れて油を出してからその油で焼いていってください。ちょっと繰り返しておきます。もういい香りで、最初はね油出てこないけどね、ほんと火が入り始めたらだいぶ出始めるんで心配せずにじっくりと炒めてあげてください。ではね、ちょっといい感じにこんな感じで油も出始めたので、この油でどんどんお肉を揚げ焼きにしていきます。はい。ではお肉がこんな感じでカリッカリになって油もねめっちゃ出たので、そしたらまずこちらお肉だけ一旦取り出します。ではお肉取り出した後、余計な油ちょっとキッチンペーパーとかで拭いてね、軽く残ってるかなぐらいほんとになったら、ここに、火を止めている状態でニンニク入れちゃいます。
フレッシュなニンニクですね。でニンニク入れたら火にかけます。残っている油と軽く反応させつつ軽く香りを出させていきますね。で結構焦げやすくはなると思うんで、もうニンニクの香りが十分立ってきたなってなったらここに豚肉戻してあげます。油ごとね一緒に取っちゃってます。はい、でこれで軽く炒め合わせて、とってもいい香りです。でこれでまたちょっと油も増えてニンニクにもいい感じに火が入るので、はい、そしたらお米3合ドン。はい、前回はテイなんだよ。ドンテイって言ってんだ。手ごにゃんだテイなんだった前回は。はい、で軽くねお米と具材を合わせておきます。でちなみに火は中火ですね。もうずっとお肉焼くときは強火なんだけどね。はい、そしたらちょっと味付けしていきます。まずここにお塩少々と、お塩よりも 1.5 倍ぐらい、要は多めに黒胡椒。ただねチャーハンって僕ね結構学んだんですけど、黒胡椒ももちろん合うんだけど白胡椒もすごい合うんですよね。なんで今回は黒胡椒も入れるんですけど、ちょっとだけこちらのホワイトペッパー、こちらも軽く入れて、味の素4振りほど。はい、 OK。 そしたらここに最後先ほどのニンニクのブンブンチョッパーの容器ですね、まだニンニク残ってるんで、ここにたまり醤油を大さじ2杯、たまり醤油です。普通の醤油でもいいですよ。これが味付けに使う醤油なんだけど、最後まで残ってるニンニクも惜しみなく使うためにブンブンチョッパーの容器の中からこんにちはさせます。こんな感じで醤油ニンニク混ぜ合わせたら、最後こちらのご飯をちょっと焦がし醤油にしたいんで、結構ね鍋縁とかに入れたりもすると思うんだけど、そうなるとね焦げてるのかどうなのかっていうのは分かりづらいと思うんですよ。なんで一旦ちょっとドーナツ状にして中に空洞を作ってあげてください。そしたら火を強火にして、この真ん中にお醤油入れちゃいます。でこれだけふつふつとして、いいね。だいぶ水分量染みてるっていうのもあるけど水分量も減ってきて、香ばしい香りがしてきたらこちらを混ぜ合わせます。そしたら最後こちらにネギたっぷり2パック。ネギはほんと最後の最後でいいので、最後軽く混ぜ合わせます。こちらで焦がし豚バラネギガーリックチャーハン完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。どうぞどうぞ。香りがいただきます。お腹が鳴った。きたうますぎる。ちょっと待ってね、熱かったもんなんか。じゃあいただきます。もう間違いない。これもう一番好きなガーリックライス、もしくはガーリックチャーハン。
まっ。最高なんだけど、このなんか口に入れた瞬間にこの焦がし醤油の香りがねめっちゃするんだよね。それもたまんないし、もう味付けがもう神。ニンニクと醤油の香りがブワーってきて、やっぱりホワイトペッパー効いてんだよ。うまっ。もちろんなくてもいいけど、あったらねよりやみつきの増すね。いや去年の1位だったんだけど、今年は去年よりもっとたくさんの金作ってもらえていて、2倍ぐらい違う約。でも本当に美味しい。圧倒的人気だもん。これね、あと温泉卵とかあっても美味しいだろうしね。普通になんだっけコメントにあったけど、本当にさっきこうちゃんがチャーハンって言ったみたいに卵を入れてくれてる方もいて、全然ねそれも美味しいよね、間違いなくね。具材としてね。ほんまにうまい。もうほんとこれ一品でめっちゃ満足する。パワーもつくしね。でちょうどね一番最初に動画上げた時がこの時期なの。去年の梅雨。ジメジメした感じをね、吹き飛ばすわけですよ。マジで最高にうまいんだけど。もうほんと定期的に作りたくなる味なんだよね。ね。マジででもさ、豚バラ料理とかを使ってさ、余った次の日とか毎回これにしちゃうよね。絶対そうだね。なくなっちゃうけど一口あと。俺もなくなる。じゃあラスト一口です。本当にうまい。2人で3合ペロリですね。ということで本日はですね、焦がし豚バラネギガーリックライスをこうちゃんにねまた作っていただいたんですけども、去年に引き続きね今年もねものすごい人気のあるね料理になっているので、ぜひ皆さんね作っていただきたいなと。やっぱねこの焦がした感じがねめちゃくちゃいいんだよね。本当に豚バラもそうだけど、醤油のこの焦がし醤油っていうのがねまたね超やみつきになる味になってるし、で今回ね新たにこうちゃんがホワイトペッパー入れてくれてるんだけど、それがまた効いてる。ホワイトペッパーが本当こういう焼き飯というかさ、炒めたお米系に入るだけで本当にラーメン屋みたいに食べるラーメン屋で食べるチャーハンみたいなやみつき感というか、多分そういうお店で食べたことがある方は分かる。そうだね。その味に近くなってるんで、よりねご飯が進むと思います。はいっていう感じになっております。はい、とっても簡単なレシピになっておりますので、今回ね初めて見る方も絶対いると思うんで、ぜひ作ってみてください。ちなみに今回使ったたまり醤は普通の醤油で全然大丈夫です、ね。そうもちろんはいという感じでございます。本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。